あなたは母親から自分が生まれた時の話を聞いたことがありますか？ 2016 年1月、ベトナム北部ホアビン省の刑務所。ここにグエンティ・フエという女性死刑囚がいました。彼女は刑が執行されるのを待つに。しかし、あることをきっかけに死刑判決が覆ったんです。それはある日、看守が普段通りフエの独房へ昼食を持って行った時、フエが独房の中で苦しそうにもだえながら倒れていました。フエは発熱している様子で吐き気がすると訴えます。看守はすぐさまフエを医務室に。そこで医師の口から驚愕の事実が告げられるんです。なんとフエは2年以上前から収容されていたにもかかわらず妊娠していたんです。妊娠したことで死刑を免れた女性囚人。なぜ彼女は独房に収容されていながら妊娠することができたのか。そこには厳重な警備を欺く狡猾な出口があったんです。おさす、さすらいのやみやみこです。万物の母、やみやみこです。本日ね、アルゴメトリがね、皆様にご紹介するのはですね、なんとね、司法制度の網をかいくぐってね、死刑を免れたヤバすぎる女囚人たちについてなんです。ベトナム人死刑囚フエがね、なんで死刑になったのかっていうところから見ていきたいと思います。妊娠発覚。遡ること9年前の2012年4月、ベトナム東北部クアンナム省が今回の舞台。ここで地元のギャングが一斉検挙されました。逮捕されたのは総勢29人の男女グループ。彼らの容疑は大量のヘロインや覚醒剤等の密売。その中の一人が数年後にベトナム中の注目を集めることになる女性、グエンティ・フエ38歳でした。男女グループが逮捕されて2年後の2014年、裁判の結果、男女グループに下った判決はなんと全員死刑。彼らはこの判決に異議を唱え上訴します。しかし裁判所はこれを棄却。こうしてフエを含む29人の男女グループの死刑が確定したんです。そんな簡単に死刑になっちゃう？そうなんですよ。もうベトナムはね、麻薬関連に関してはもうすっごい罰則が厳しいんですよ。こうして2014年6月、フエはクアンニン省の刑務所に収監されました。しかしこの後独房で死刑を待つ彼女の身に信じられないことが。フエが収監されてから約1年7ヶ月経った2016年1月6日、刑務官がフエの元に昼食を持っていた時のこと。刑務官が独房の中を覗くと倒れているフエを発見。刑務官が尋ねるとフエは吐き気がすると体調不良を訴えました。すぐさま刑務官はフエを医務室に連れて行きます。そして医師がフエを診断した結果、彼女の中にはなんと新しい命が。なんで？でもおめでとう。フエは妊娠4ヶ月から5ヶ月だと判明したんです。実はベトナムの法律では妊娠中の女性や3歳未満の子供を持つ母への死刑宣告が禁止されているんです。ではもしもフエのように死刑判決が決まった後に妊娠が発覚した場合はどうなってしまうのか。この場合は死刑判決は棄却され終身刑に減刑されるんです。それに加えて次のような権利も与えられます。まず妊婦に必要な医療を受ける権利、そして受刑者に課せられる労働時間が短縮され産休まで与えられるんです。さらに産休中は医師の指示に従い栄養を考慮した十分な食事が保障されます。そして妊娠発覚から4ヶ月後の2016年5月4日、フエは無事元気な男の子を出産しました。こうして死刑判決が覆ったわけなんですが、いくつか疑問が残ります。まず2年も前から刑務所に収監されていたフエがどうして妊娠することができたのか。そして最大の疑問はそもそも父親は誰なのか。そうよね、なんか死刑囚って言ったら独房だろうしさ、そんな妊娠させるような相手もいないでしょ。実はね、以前にも収監中に妊娠したベトナム人死刑囚がいたんです。獄中妊娠する女性たち。前例一つ目はフエの妊娠が発覚する8年前の2006年9月、フエと同様に麻薬の密売の罪で逮捕され死刑判決を受けていた当時39歳のオアン。彼女は妊娠が発覚した時、妊娠3ヶ月目に入っていました。そして彼女も死刑執行を待っている間に獄中で突然妊娠。これによってオアンは死刑を免れ終身刑に減刑されたんです。これがベトナム史上初めての女性死刑囚の妊娠となります。はじめ相手はオアンの夫だと思われたんですが、その可能性はゼロでした。なぜならオアンの夫も数年前に麻薬密売の罪で死刑判決を受けていたから。オアンがいる刑務所から70キロ以上離れた別の刑務所で服役中だったため、その可能性はないんです。そこでお腹の子供の父が誰なのかを調べるため DNA 鑑定が行われるんです。鑑定の結果、同じ刑務所で配膳係をしていた受刑者の DNA と一致。そうして事実を知った警察が胎児の父親である受刑者に供述させると、とんでもない事実が明らかになるんです。実は死刑囚オアンが妊娠するにあたり2人の協力者がいました。その2人の協力者とはこの刑務所の看守たちはたびたび内緒でオアンの独房の鍵を開けていたんです。なんでやねん。
事件後、オアンに協力していた刑務官2人は資格を剥奪。その後、公務中に職位と権限を乱用したと裁判にかけられ、それぞれ5年の懲役を言い渡されたんです。だろうな。そして2007年3月5日に死刑囚グエンは思惑通り妊娠、終身刑に減刑されたんです。その後、オアンは無事出産。我が子と共に子連れ受刑者のための施設に移されたというわけなんです。さらにもう一つ前例があるんです。オアンの件から6年後の2012年、ベトナム南東部ビンズオン省にあるイズレナアンフオック刑務所でキエウ29歳の妊娠が発覚。彼女はこれまたフエ同様に麻薬の密売で逮捕され死刑が確定。ちょっと厳しいけどね、刑がね。しかしキエウも妊娠したことで死刑が免除され、同年2012年7月26日に無事出産するんです。おめでとう。ではキエウは一体どのようにして妊娠したのか。キエウはその時ゴム園で樹脂を採取する刑務作業中でした。そこで彼女は監視の目を盗み、以前同じ刑務所で知り合って仲良くなった男性と偶然再会したというんです。そして2人がゴム園の茂みでことに及んだ3ヶ月後、キエウの妊娠が発覚したんです。やることやってんなこいつら。今話したね、オアンとキエの例もあってね、警察はね、フエが刑務所に抜け出してなんかそういうことしてんじゃないかと思ったんですよね。いや、そりゃそう考えるわよね。そう、実際にそうだったんじゃない？実はですね、捜査を進めていくと誰もが予想だにしない手法が使われていたんです。驚愕の手口。2015年8月、死刑囚グエンティ・フエは誰もが予想だにしない方法で妊娠しました。フエが収容されていた刑務所の規則によると、死刑囚は他の囚人たちのいるエリアから離れた独房に監禁されることになっています。しかしその時フエは普通の牢屋に入れられていたんです。なんでやねん。その理由はフエが逮捕された麻薬密売事件で同時に28人もの男女グループが死刑判決を受けたから。一気に多くの死刑囚が収容されたため、独房に空きがなかったんです。空き作れ。その時フエがいた牢屋は他の囚人が自由に働くことができる場所に近く、監視カメラもないセキュリティが甘い場所。そのため他の囚人たちと連絡を取ることも容易にできたんです。先ほどもお伝えしたように、フエが妊娠する以前から女性の死刑囚が妊娠することによって死刑を免れる事例が多々あったんです。当然死刑を言い渡された女性たちにも周知の話。すると刑務所内に金銭の交換等を条件に妊娠する方法を提供する人物がはびこるようになっていったんです。どんなドラマそれ。刑務所の中で商売って本当にあんのね。なんか流通取引とかさ、すごいっすよね。映画の世界。しかしね、そもそもそう簡単に妊娠する方法ってあるんでしょうか。フエは刑務所内にいる囚人からある方法で妊娠することを持ちかけられます。その方法とは人工授精。そう、フエは同じ刑務所で服役中の男性から精子を注入したガラス容器を2回にわたって購入。それを一人で受精させて自らを妊娠させたんです。その後の調査によると、フエに精子を提供した男性は同じ刑務所に服役中のグエン・トワン・フン。彼はその時強盗の容疑で30ヶ月の懲役刑に服していました。刑務所に収監されたフエはまず刑務所内のネットワークを使ってフンと連絡を取り合っていました。そして妊娠が成功した際に成功報酬を支払うという契約で精子を提供してもらったわけなんです。男のフンに死刑囚フエから支払われた報酬は約5000万ドン、日本円にしておよそ26万円。しかしいくら独房ではなく普通の牢屋に収監されたといっても、死刑囚には厳しい監視がつけられています。一体どこでどのように人工授精用の器具を受け取っていたのか。そこには厳しい警備の穴をつく巧妙な手口があったんです。ベトナムの刑務所では毎朝囚人たちが順番にトイレに行くために手錠が外されます。そして女性の囚人を監視する看守は囚人がトイレに入っている間はドアの外で待機しています。その日フエがトイレの上部にある窓を覗くと、外壁と有刺鉄線の間に1センチメートルほどの隙間を発見。そこで彼女はこの隙間を精子の取引場所に利用しようと企てたんです。そうして彼女は2回にわたり人工授精用の器具と糞の精子を受け取りました。そして注射器を使い自らの子宮に注入し、妊娠を成功させたんです。というわけで本日のメトラキーワードは人工授精の確率について。人工授精とは排卵の時期に合わせ子宮の入り口から管を入れて精液を子宮内へ直接注入する方法。事前に採取した精子を子宮の奥深くに注入するだけで、受精に至る方法は自然妊娠と全く変わらないんです。日本の医療機関で正式な方法で人工授精を行った場合、その成功率は5から 10% と言われています。したがって人工授精1回だけでは結果が出ないことも多く、2、3回行う人が多いようなんです。精子は常温でも 2、3 時間生存できるんですが、フエが精子の取引をした真夏の刑務所では条件が異なります。またフエのようにガラス容器に入った精子を自ら注入するような粗雑な方法の場合、受精の成功率は極めて低いそうなんです。専門家によると、フエの条件で人工授精を行った場合の成功率は 1% 以下。つまりたった2回で妊娠したフエは奇跡と言っていいほど幸運だったんです。パーセント以下って本当に奇跡じゃないこれ。いや、そうなんですよね。
またね、先ほどね、紹介したね、オアンやね、キエウのね、事例もあったんで、フエがね、もう捕まった時にはですね、もう女囚人に対する監視っていうのは、めちゃくちゃ厳しくなってたんです。違いない、そうだよ。なので逆に言うと、もう人工授精以外の方法がなかったとも言えるんです。刑務所内で精子を買って卵巣に注射するこの行為、かなり重い罪になると思っている方も多いのではないかと思います。刑務所の規定違反にはなるんですが、法律には何ら違反していないんです。また、男子側の精子の提供についても規定や罰則はありません。それゆえ、フエと精子を提供した糞を裁くことは不可能。この事件が起こった原因は看守の怠慢とみなされました。そのため、フエが妊娠した後は4人の看守が職務怠慢の疑いで停職処分となりました。バレても罰ないんだよ。誰だってやるわよ、そりゃ。フエの場合はね、麻薬取引によって死刑になるのが厳しいっていうことも僕らの主観でしかないのかもしれないんで、結構難しい判断ではあるんですけれども、しかしね、ある国にはね、フエをね、上回るね、もう異常な倫理観を有する女囚人がいたんです。早速見ていきたいと思います。中国の女囚。遡ること16年前の2005年、中国西部新疆ウイグル自治区ウルムチ市。この町の役所に勤める一人の女性が汚職の罪で逮捕されます。彼女の名前は全盲29歳。全盲の裁判は弁護士もないまま行われ、彼女には無期懲役の実刑判決が言い渡されました。しかしすぐに全盲は刑務所への収監を免除されます。なぜなら投獄される直前に妊娠が発覚したから。というのも中国の法律では妊婦は刑務所に収監できないことが定められています。そのため刑務所は法律に基づいて彼女の収監を先延ばしにしたんです。それにより収監されていないことが決まった全盲は即座に中絶。もう最低。そして体が癒えて収監される時になるとまたも妊娠したんです。そうです。実は全盲は収監を逃れるため意図的に妊娠と中絶を繰り返していたんです。もうクソ。そして彼女はこの方法によって10年間も刑務所への収監を逃れていました。全盲が10年間で妊娠と中絶をした回数はなんと14回。その後、判決から10年経った2016年、ウルムチ市の司法局がようやく法律の隙間をついて収監を逃れている彼女の手口に気づきます。こうして長い間逃げ続けた全盲は刑務所に収監されたんです。10年で14回ってめちゃくちゃすごいけど、僕バレずに入れたわね。普通だったらね、日本とかだったら2、3回ぐらいでさ、絶対わざとやってるじゃん。気づくわよ。なるじゃん。全盲がなんで10回以上もこんなことができたかっていうと、中国のある事情が関係していたんです。それはメトラの皆さんも社会科の授業で聞いたことがあるでしょう。全盲が10年もの間妊娠することで収監を免れた背景にある法律。それは、一人っ子政策。一人っ子政策は1979年から実施されている人口抑制計画のこと。この政策により原則として一組の夫婦に子供一人しか認められないんです。違反した場合は多額の罰金を課せられます。支払う金額は自治体や当事者の所得によって変動するんですが、その夫婦の年収の3倍から8倍ほど。全盲が妊娠中絶を繰り返していた頃の中国の平均年収はおよそ400万円。なので罰金は1200万円から3200万円程度になるんです。そのため中国では2人目以降の子供を妊娠すると中絶を余儀なくされたわけなんです。また国家としても中絶を合法化し積極的に認めていました。そのため当時の中国では複数回中絶を行っている女性も珍しくなく、国内の人工中絶はなんと毎年1000万件以上。はあ、なるほどね。本当にもう中絶がそんな珍しいことでもなかったっていう社会的背景があるわけね。そうなんですよ。でもね、彼女がね、逮捕された2016年、状況がね少し変わってたんです。実は最近の中国は日本と同様に少子高齢化が問題視されていて、一人っ子政策は2015年に廃止されています。当然何度も中絶するような女性は自然と減っていきました。そのため一人っ子政策が廃止された後でも妊娠中絶をしている全盲に対し裁判所が疑惑の目を向けたんです。こうして捜査の結果、全盲が収監逃れのため妊娠中絶を繰り返していたことが判明。しかし彼女は収監こそされていないんですが、無期懲役犯だったため監視役がつけられ完全な自由は与えられていませんでした。そこでこんな噂がされているんです。それは彼女の相手は監視する係だったのではというもの。これについての真意は明らかになっていないんですが、メトラの皆さんはどう思いますか？そして自分がもしフエや全盲と同じ状況にいたとすればどうしますか？